かぶじいさん。先日北海道ツーリングの振り返りでバイクでフェリー利用時の大事なポイントを紹介しましたところ、いろいろなご質問をねいただきました。皆さん興味があるようなんですね。反響がありました。北海道ツーリング振り返りその3、バイクでフェリーを使う際の知っておくべきポイントを掘り下げてお伝えします。動画の最後でお得な裏技をこっそりお教えしますよ。ぜひ最後まで見てください。こっそりですからね。今回の動画のお品書きは1番目、北海道へのフェリー航路、2番目、計画と準備、3番目、こっそり内緒の裏技です。今回はこの3点についてお話ししますね。それではここから北海道へのフェリー航路についてご紹介しますね。本州から北海道への航路は日本海側が舞鶴、敦賀、新潟、秋田から小樽もしくは苫小牧の路線です。太平洋側は名古屋、大洗、仙台から苫小牧の路線ですね。で、長距離フェリーとは別に青森、大間、八戸からの近距離のフェリーの路線もあります。この地図よりも西日本から北海道を目指す場合には、まず北九州から大阪や神戸もしくは徳島経由で横須賀へ入る航路があります。そこからこの図の路線へ乗り継ぐことになりますね。この航路図以外にも日本各地には近距離短距離のフェリーが何十種類もありますので、それらを使うとですね、幾通りもの北海道への行き方っていうのがあるってことになりますね。どのように北海道に入るかを考えるのすごく楽しいですね。長期間のツーリングはずっとバイクで陸路を走るわけですけれども、ここにフェリーでの船旅が入りますと、また旅もですね、なんて言うんでしょう、趣向が変わってですね、非日常を味わえますので、とても充実した旅を味わえると思います。なので G さんはフェリーをね織り交ぜての長距離のツーリングっていうのはなかなかいいなって先日の北海道ツーリングで感じました。ただその船旅をより充実して楽しくしくじりのないようにするためには、これからお伝えする知っておくべきポイント、これを押さえておくことが大事だと思いますよ。はい、2番目、計画と準備について説明しますね。その1番目、予約はできるだけ早めに取りましょう。かぶじいさんは予約が遅れたために本来大洗から近くから乗れるはずのフェリーが乗れず、わざわざ280キロも遠い新潟からフェリーに乗るという事態になってしまいました。これは陸路を走るスケジュールにも影響が出てしまいますので、本当に損しましたね。で、早めに予約を取ると後でこっそりお伝えする裏技もできるようになるんですよね。なので早めに予約を取る、これは絶対いの一番に押さえておくべきことなんです。例えばですね、大洗発苫小牧行きのフェリーなどはハイシーズン予約受付開始の10分後にはもうすべて満席、そんな事態になりますからね、早く手を打ってくださいね。2番目です。フェリーは毎日運航とは限らないんですよ。営業日には気をつけましょう。定休日がありますんでね、ダイヤを見るとね書いてありますから、また不定期での休みも入ることがあります。3番目、目的地に到着する日時と時刻に注意してください。例えば大洗から苫小牧へ行く場合、夕方便は19時45分出発、翌日13時半苫小牧着です。夕方便19時45分はうまくすれば仕事終わった後にこの19時45分の便に乗って翌日の13時半昼には北海道に着いてるっていうことになるんですよね。もう一方の新潟発小樽行きの船を選んだ場合ですね、昼の12時出発して翌日の4時半着ですね、小樽に。12時出発ってことは仕事終わってから新潟の船に乗るっていうのは不可能なんで、
大洗発の出港の翌日に船に乗ってるってことになります。つまりこの時点ですでにもう1日ビハインド遅れになってるんですよね。こういった意味でも予約を早く抑えてロスをねなくすっていうのがとっても大事だっていうことが言えると思います。また北海道入りする時間によってその後の行動が変わりますよね。13時半着の苫小牧便だとその後走れるのは 2,3 時間かなと。一方4時半小樽着なら丸1日走れるってことになります。4番目、乗船するフェリーの設備を必ず確認しましょう。カブじいさんはこれでしくじりましたよ。まず1番目、レストランがあるかないか必ず確認しましょう。カブじいさんはレストランはもうフェリーならついてるものと思い込んで乗ったらなんとない船に当たったんですよね。その結果カップラーメンを3食ずっと食べ続けるという悲惨な状況になってしまいました。2番目、電子レンジ、給湯設備、冷蔵庫があるかどうかも確認しといた方がいいです。レストランがないからといっていろいろ食材を買い込んだものの、こういった設備がないフェリーだと食べられないなんていうことにもなりかねませんからね。3番目、アメニティの有無を確認しましょう。乗船して泊まる部屋のタイプによってアメニティ、例えばスリッパやタオルなどがついてる部屋と何にもない部屋があります。カブじいさんはアメニティのない部屋に予約を取ってしまったばっかりに、スリッパも何にもない状態でライディングブーツでずっと船上を過ごしていることになってしまいました。これでは疲れてしまいますよね。4番目、コインランドリーの有無ですよね。フェリーに乗ったら洗濯をしようと思ってたらコインランドリーがなかった。では話になりませんもんね。5番目、館内の施設や販売機がキャッシュレス決済に対応しているかは絶対確認しといた方がいいですね。フェリーによっては船内の売店ですらカード決済ができない船もあるんですよ。6番目、 Wi-Fi の有無ですね。今時の船でも Wi-Fi の設備がない船もあります。また運航中常時 Wi-Fi が必ずつながるかというとそうではないのですよね。なので Wi-Fi にはね十分注意した方がいいと思います。5番目、乗船のために必要となる e チケットは必ずプリントアウトして持っていきましょう。バイクに乗りながらこの e チケットを出してバーコードリーダーで読み取ってもらった後、すぐにバイクを発進させて乗船するというプロセスになります。料金所でお金を支払う時のあのせわしなさ、もどかしさを思い出してみてください。紙のチケットがあるとすごい楽ですけど、これのスマホの e チケットを見せるとなるとなかなか手間取ると思います。なのでプリントアウトして持っていくことを強くお勧めします。6番目、バイクで乗船した後客室へ入る際には持ち込む手荷物を一つのバッグにまとめられるように準備をしておきましょう。フェリーが出港しますとバイクへはアクセスができなくなります。忘れ物をしてもバイクへ物を取りに行くことができなくなってしまうんですよね。なので船旅中必要となるものは必ず客室へ持って上がるように準備をしておきましょう。はい、ここまで本州から北海道へ入りするフェリー航路のご説明と、計画準備段階で知っておくべきこと、押さえておくべきことについて説明しました。カブじいさん、はい、お待ちかね。ここから計画準備段階での裏技をこっそりお教えしますね。1番目、予約を早く取ることで船内でも有利な場所や有利なスペースの部屋を確保できることがあります。同じ料金設定の部屋でも船内でのロケーションによっては通行が多くて騒音がするとか騒音が低いとか、いろいろな条件が船内の部屋の場所によって変化してきますよね。それは船内の見取り図を見るとなんとなく見えてきます。例えばこれ新日本海フェリーのツーリストクラス、上下2段ベッドが並んでいるカプセルホテルタイプの部屋を示しているんですが、赤丸で囲ったところは花壇のベッドだけです。
で、それ以外は上下2段ベッドになります。下段ベッドのところはですね、天井高が高いんです。この写真の右側です。一方、上下2段になりますと、左のベッド、上段にベッドがある関係で天井高が低くなるんですよね。このように同じ料金設定でもスペースに違いが生じます。このようなカプセルタイプのベッド、ツーリストクラスなどではベッドの位置を予約時に指定できるかどうかはそのフェリー会社によるとは思います。必ず確認してみてください。2番目、各種の割引料金はもちろんフェリーと宿の割安パックが設定されている時期がありますよ。こちらは商船三井フェリーの例です。インターネットで予約すると割引。プラチナ割引はお年寄り60歳以上の割引ですね。それから往復を同時に取ると割引。学割、団体割引などがありますね。これはお得です。あと、各フェリー会社のホームページを見ますとね、季節によってフェリーとお宿がパックで安くなるといったものが出ていることがあるので、それは使わない手はないですね。3番目、日本海ルートと太平洋ルートどっちが安いかを比較してみました。これは2023年4月時点での比較です。参考に、例えば8月1日にライダー1名と原付2種でフェリーを使う場合の運賃の比較ですね。これだけ価格差があります。日本海ルートの方が圧倒的に安いんですよね。これはあくまでこの時期、現時点での参考、比較ですからね。つどつど料金は変わりますので、必ずご自分で比較をしてみてください。これだけの価格差がありますとね、例えば一泊お宿に泊まるとか、すごい贅沢な料理を食べるとか、いろいろ楽しみも増えますもんね。かぶじいさん。はい、ここから次回の予告編をお伝えしますね。皆さん、いつもかぶじいさんの拙い動画を見てくださって本当にありがとうございます。かぶじいさんの動画はそのチャンネル名の通り、じいさんがかぶに乗っていろいろ遊んでいる様子やアクティビティの動画がメインです。ただそれだけにこだわっていると、チャンネル自体の限界を感じ始めている昨今です。今後はですね、かぶじいさんが何か一つのお題についてあれこれ思うことや考えなどをベラベラと思うままに話す、そして皆さんの意見をコメントでいただく、そんなスタイルな動画にもチャレンジしたいと考えるようになりました。でもってもしうまく動画にできそうであれば、次回はそのようなカブのアクティビティ動画にとらわれないちょっと変化球の動画をお届けできればなぁと思っています。うまくできるかどうかわかりませんが、今後のこのかぶじいさんチャンネルの可能性をさらに広げるためにトライしてみようと思っています。毎度ながらですが予定は未定、もしかするとプログラムの変更はありえますのであしからず。今回の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いします。